皆さん、こんにちは。今日のテーマは書道を体験するです。書道は日本の伝統文化の一つで、筆と墨を使って文字を書く芸術です。学校の授業でも習いますが、本格的に体験すると、とても奥深いことに気づきます。今回は道具や作法、書道の魅力についてお話しします。書道の歴史はとても古く、中国から伝わった文字文化が日本で独自に発展しました。奈良時代には仏教と一緒に美しい経典の書写が広まりました。平安時代になると日本らしい仮名文字が生まれ、和歌や物語が書かれました。これが今日の書道文化の基礎となったのです。書道に使う道具は秘宝と呼ばれます。筆、墨、硯、紙の4つです。筆は馬や羊の毛で作られ、硬さや柔らかさで線の表情が変わります。墨は香りを楽しみながらゆっくりすり、濃さを調整します。和紙は墨のにじみを美しく見せます。硯に水を数滴垂らし、円を描くように墨をすります。墨の香りが広がり、心が落ち着きます。この準備の時間は書道の大切な儀式です。心を整えてから書くことで、文字に落ち着きが出ます。姿勢を整えることも大切です。背筋を伸ばし、肩の力を抜きます。筆を持つ手は優しく握り、もう一方の手で紙を押さえます。安定した姿勢で書くと、線もまっすぐになり、集中力が高まります。まずは、基本の線を練習します。まっすぐな線や点、曲線などをゆっくり書きます。筆の角度や力加減を確かめながら感覚を覚えます。この練習が美しい文字の土台になります。いよいよ文字に挑戦します。初めてなら1や A のような基本的な漢字から始めます。A は8つの基本の筆使いが含まれ、練習に最適です。筆を動かすときは呼吸を意識します。息を吸い、ゆっくり吐きながら線を引くと心まで落ち着きます。焦らず書くことで線が整い、墨の濃さも安定します。書道はただ文字を書くのではなく、心を表す芸術です。力強く書けば元気な印象に、柔らかく書けば優しい印象になります。書いた文字にはその日の気分が移ります。先生は正しい書き方を見せてくれます。筆の持ち方や線の始め方、終わり方を指導します。手本を見ながら書くことで少しずつ上達します。練習では何度も同じ文字を書きます。失敗しても新しい紙に書き直します。繰り返すことで手が自然と動きを覚え、線が安定します。書き終わったら作品を乾かします。墨が乾くと線がより鮮明に見え、達成感が湧きます。完成した作品を眺めると練習の時間が報われます。書道は集中力を高めます。筆を持つと自然と心が静かになり、今の瞬間に集中できます。日常の雑音を忘れ、自分だけの世界に入れます。書体には楷書、行書、草書があります。楷書は読みやすく、基本練習に向いています。行書は流れるようで、少しは早く書けます。草書は芸術的で、表現力豊かです。上達してくると、自分の名前や好きな言葉を書くと楽しくなります。作品を部屋に飾ったり、友達にプレゼントするのも素敵です。書道では道具を大切に扱います。筆は使った後、きれいに洗い、形を整えて乾かします。道具を片付ける時間も
書道の一部です。最後まで丁寧に扱うことで感謝の気持ちが生まれます。この習慣が日常生活の礼儀にもつながります。書道は日本語学習にも役立ちます。漢字の形を覚えやすくなり、意味も深く理解できます。外国人にも人気のある文化体験です。展示会や作品展では、有名な書家の作品が見られます。力強い線や繊細な筆使いに感動し、自分の書にも刺激を受けます。学校では冬に書き始めがあります。新しい年の抱負や好きな言葉を書きます。一年の始まりに心を込めて書くことで気持ちも引き締まります。書道は年齢に関係なく楽しめます。子供から大人まで誰でも始められます。長く続けることで自分の書が少しずつ変わり、成長を実感します。書道教室では仲間と一緒に練習します。互いの作品を見て学び合えるのが魅力です。先生からのアドバイスで新しい発見もあります。作品が完成したら名前を書きます。自分の印や署名を押すことで作品に個性が生まれます。世界に一つだけの書きになります。書道は美しいだけでなく心を育てる文化です。忍耐力や集中力、礼儀正しさも学べます。最近はデジタル書道もあります。タブレットとペンで練習でき、気軽に始められます。でも、本物の墨と筆で書く体験も大切にされます。書道展に出品することで大きな目標ができます。緊張しますが、作品が展示されると大きな達成感があります。日本を訪れたら、書道体験教室に参加するのもおすすめです。旅の思い出として自分の書を持ち帰れます。書道を続けると文字に対する意識が変わります。普段の字も少しずつ丁寧になります。書道は世界中の人にとって日本文化を知る入り口です。美しい線や形から日本人の感性を感じられます。今日は書道を体験するについてお話ししました。書道は心を落ち着け、自分と向き合う時間をくれます。下に漢字と語彙リストがありますので、ぜひ復習に使ってください。いいねとチャンネル登録をお願いします。質問です。あなたはどんな言葉を書いてみたいですか？コメントで教えてください。